ハローエブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日はこちらのレーシングカートを紹介したいと思います。今日はね、千葉県にある新東京サーキットというカート専用のサーキットに来ています。ご覧ください。ここはね、1周わずか50秒弱のコースなんですけれど、まあまあストレートが長くて、でその先の1コーナーもハイスピードコーナーの設定になっています。そして2コーナー、3コーナー、4コーナーあたりは非常にテクニカルで上手にね、車速コントロールを要求されるコースレイアウトになっています。そしてバックストレッチはね、ほぼコーナーの形はしてるんですけど、アクセル全開で駆け抜けていく非常に気持ちいいコーナーになっています。そして奥の左コーナーは四輪でいうとヘアピンのような形状のコーナーなんですけど、カートだとまあまあ高い車速を保ったままクリアしていくコーナーになっています。そして最終コーナーはね、モナコのような設定になってるんですけど、モナコヘアピンのような形をしているコーナーを抜けて、そしてまたホームストレートに帰ってくるというコースレイアウトになっています。ここはね、もう僕結構長く走り込んでて、やはりね、四輪になかなか乗れない時はカートで感覚をね取り戻したりするんですけど、このレーシングカートっていう乗り物が実はスポーツドライビング、普通の街中からそしてサーキットまでとてもね、ドライビングが上手になる、そんな乗り物なんですけれども、今日はね、そんなねカートの素晴らしい点を何点か紹介したいと思います。こちらが僕のマイカートなんですけど、このカートはミッションカートといって、モトクロス用の 125cc のエンジンを搭載していて、ギアは6段変速なんですけど、オートバイのねエンジンとそれからギアボックスを使っているカートになります。でね、このカートの乗り方なんですけど、カートはね、座るときシートに足を乗せてこんな感じで座ります。でね、この座った姿勢なんですけど、とても背中がちょっとこう寝気味になっていて、そして自然とね足がね前に出された状態で、そして手をそのまま下ろしたところにステアリングがあって、こんなね形のドライビングポジションなんですけど、実はこの僕がルマンやね、それから耐久レースで乗っているスポーツカー、ポルシェだったりフェラーリだったりするんですけど、そのレーシングポジションもほぼ同じ、この足の曲がり方、そして背中の寝方でハンドルを添えてる。まあ四輪はねこうですけどね、ハンドルの位置がちょっと違うぐらいで、このシートポジションに関してはほぼ四輪と同じポジションが取れる、そんなメリットがあります。でやはり通常のロードカーの座り方と違うところは、シートがちょっと寝気味なので、目線がどちらかというと、普通はねこんな感じなんですけど、こんな感じで皆さんドライブされてると思うんですけど、実はね少しシートを寝かしてあげると目線がねちょっとこう上気味になります。でこの目線が上気味になったところを上から少しこう見下ろす感じのね目線を取ってあげると、実はこの左右の視界がとても広く感じるようになります。まあちょっとね慣れないとどうしてもね近くが見づらくなるんで不安になるかもしれないですけれど、できればね普段から運転されるときになるべく遠くもそして左右も広く見渡せるような、
そんなねドライビングポジションを取っていただいて運転していただくと、まあスピード出していても出していなくてもとても実はねリラックスするんです。そんなねメリットもあるので、もしよかったら試してみてください。でこのカートに乗る一番のメリットなんですけれど、とにかくとてもね体感速度が速いんです。僕の乗ってるカートはちょっとストレートがねスピードがだいぶ高いので上級者でないと運転するのは難しいと思うんですけれども、普通の通常は 100cc のねいわゆるミッションがついていないオートマティックのモードで走れるカートがあります。でそのカートでもね直線で100キロぐらいは出ちゃうんです。でこのハイスピードでね走るということで、実は脳みそがねものすごい早く処理を強制的に要求される、そんなね状況になります。でもう走れてみたら分かると思うんですけど、無意識にハンドルを切ったり無意識にブレーキを踏んで無意識にまた直線に来たらアクセル開ける、そんなねもう運転する基本の加速する曲がる止まる、その3つの動作をね常に連続でもうほぼ強制的に処理をさせられるんです。そんなね運転をハイスピードで経験するってことは、まず普通のストリートではありえない状況ですからサーキットに行かないと経験できないんですけれど、四輪でねサーキットに行ってしまうとまずブレーキをね対策しないと、ペーパーロックといって熱でねほぼ普通の乗用車ポルシェでも3ラップも本気で走るとペーパーロックを起こすんですね。つまり熱でブレーキがスポンジに至ってきてだんだん効かなくなってしまう。最後はね本当にブレーキ効かないでそのままストレートエンドでね壁にぶつかっちゃったりするんですね。でそんな形でまずブレーキがすぐ垂れちゃう。そして次にタイヤが普通のラジアルタイヤですとすぐにヒートアップしてグリップダウンしちゃうんです。で何よりもねやっぱり四輪コースを走るにはライセンスを取得したり、それからそれなりのね講習を受けたりって結構まずさあ始めてみようかっていうねハードルがすごく高いんですよね。ところがねこのゴーカートに関してはもう本当にライセンスもいらないですし、そういったね走る装備見てください。これタイヤもねちゃんと本物のレーシングカーと同じスリックタイヤ、全く溝がない、ドライ晴れているね路面を走るときにはこのスリックタイヤを履いているんですけれど、そしてこの最低地上高がねほぼここ指がやっと2本入らないぐらい、こんなにね低い最低地上高で、この最低地上高からほぼ同じね高さに座るんです。ですから小さいんだけどとっても本格的なレーシングカーなんです。でこういったね本格的なレーシングカーに乗ることによってハイスピードドライビングが可能になるんですけど、もうそのねメリットは計り知れなくて、もちろん運転は上手になるだけじゃなくて普段高速道路とかね走られていてもとっても落ち着いて、さらに自分のね視野がねすごく広くなっていることが分かると思うんです。これはゴーカートで強制的に脳みそがフル回転させられちゃうことによって脳の処理速度が実は上がってるんですね。ですからゴーカートをね経験する前だったらヒヤッてしたりドキッてしたりね、そういったね一般道を走っていると危ないシーンが結構あるんですけど、そんな時もねゴーカートを経験した後だと落ち着いて安全に危険を回避できたりするようになるんですね。そういったねメリットが、運転上に対するメリットはとってもたくさんあります。そしてもう一つすごく面白い話なんですけど、僕もたくさんのね方にレーシングカートをおすすめして、そして皆さん結構乗られている方が増えたんですけど、その方たち実は会社経営者だったりそういう方が非常に多いんですけど、なんとお仕事のね方もこの脳みその処理速度が上がったことによって
とってもうまくいってらっしゃるそうです。そんなね、ある意味いい意味での違った副作用もあって、とってもねこのレーシングカートおすすめです。じゃあちょっと走ってきます。はい、ということで今日も、今のところ100ラップぐらい走りました。結構ねこのぐらい走ると体重も2キロぐらい落ちるんですよね。今日はね気温がとても高くて32度ぐらいあります。こんな中ねこんな耐火スーツ着て走るんで、やっぱり汗はすごくかくんですよね。結構最近女の子でもカートに乗る方が増えて、やっぱりねダイエットにもすごくいいんですよね。それが体幹という筋肉があるんですけれども、ここがね一般のジムやそういったトレーニングでは鍛えられない首から背中、腹筋、そして内股とこの腕の内側なんかもねすごく鍛えられます。そしてもちろん体重も落ちるんですけど、綺麗なね体型にダイエットすることも可能なんで、そんな目的でね乗ってみるのもいいかもしれないです。あとは結構やっぱり速い速度でね動体視力、それから反射神経も常に使わされるんですね。ですからそういったことで老化防止にもねカートはすごくいいと思うんで、50歳60歳のドライバーの方もまだね乗ったことない方でもぜひ一度やってみるのもいいかもしれないです。で、僕がいつもお世話になっているレーシングカート屋さんのゲンさんのスタッフで横川くんです。はい、横川です。いつもね、彼がすごく手厚くサポートをしてくださるんで、本当にね初めての方でも全然彼を頼ってくれたらもう手取り足取りどんなことでも教えてくれます。そうですよね。はい、レースサポートから一般サポートまでお客様が安全に楽しく走れるように僕らモットーでサポートさせてもらってますんで、ぜひ、カートを乗るときは新東京のレーシングスカイゲンに来ていただければと思います。そういうことです。それではまた今日も動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。